こんにちは。今日は病気の日についてお話しします。体調を崩した日の様子を見てみましょう。朝起きた時から頭が重く、体にも力が入りませんでした。なんとなく嫌な予感がしました。咳が続き、喉にも強い痛みがありました。どうやら風邪をひいてしまったようです。無理をして悪化させたくなかったので、近所の病院で見てもらうことにしました。受付を済ませた後、看護師さんが熱を測ってくれました。少し熱がありました。診察室では、お医者さんが喉の状態を確認しながら、丁寧に説明してくれました。熱が予想より高かったため、症状を早く改善するための注射を受けることになりました。その後、点滴を受けながら横になり、しばらく安静にして過ごしました。診察が終わると、処方箋を受け取り、近くの薬局で薬を準備してもらいました。家に帰ってから薬を飲み、できるだけ何もせず、体を休ませることにしました。病気の時は、感染を防ぐために、普段以上に丁寧な手洗いを心がけます。家族や周囲の人にうつさないように、マスクをつけて過ごすことも大切です。食欲がない時でも、おかゆなら消化がよく、無理なく食べることができます。温かい飲み物をゆっくり飲むと、体も気持ちも少し楽になる気がします。汗をかいたままでは気持ちが悪いので、清潔な服に着替えるようにします。シーツを新しいものに変えると、より快適な環境で休むことができます。部屋が乾燥しすぎないように加湿すると、喉への負担を減らせます。回復するためには十分な睡眠が必要なので、早めに布団へ入りました。数日しっかり休んだおかげで、体調は少しずつ良くなっていきました。今ではすっかり元気になりました。健康の大切さを改めて感じています。もう一度聞きます。次は繰り返してみましょう。朝起きた時から頭が重く、体にも力が入りませんでした。なんとなく嫌な予感がしました。咳が続き、喉にも強い痛みがありました。どうやら風邪をひいてしまったようです。無理をして悪化させたくなかったので、近所の病院で見てもらうことにしました。受付を済ませた後、看護師さんが熱を測ってくれました。少し熱がありました。診察室では、お医者さんが喉の状態を確認しながら、丁寧に説明してくれました。熱が予想より高かったため、症状を早く改善するための注射を受けることになりました。その後、点滴を受けながら横になり、しばらく安静にして過ごしました。診察が終わると、処方箋を受け取り、近くの薬局で薬を準備してもらいました。家に帰ってから薬を飲み、できるだけ何もせず、体を休ませることにしました。病気の時は、感染を防ぐために、普段以上に丁寧な手洗いを心がけます。家族や周囲の人にうつさないように、マスクをつけて過ごすことも大切です。食欲がない時でも、おかゆなら消化がよく、無理なく食べることができます。温かい飲み物をゆっくり飲むと、体も気持ちも
少し楽になる気がします。汗をかいたままでは気持ちが悪いので、清潔な服に着替えるようにします。シーツを新しいものに変えると、より快適な環境で休むことができます。部屋が乾燥しすぎないように加湿すると、喉への負担を減らせます。回復するためには、十分な睡眠が必要なので、早めに布団へ入りました。数日しっかり休んだおかげで、体調は少しずつ良くなっていきました。今ではすっかり元気になりました。健康の大切さを改めて感じています。